でかっ。ちょっと待ってくれよ、重たすぎるよ。必ず産地に足運んで、でどういう処理してるかとかそういうの全部確認してから美味しい魚を、皆さんに食べてもらいたいっていうのが一番ですね。よろしくお願いします。お久しぶりです。本日お使いの箸になります。お買いの際にお持ちいただきます。で、上から栗の木、こうき、みかんの木で、ちょっと形と大きさ、太さが。じゃあ僕真ん中の、もうここから演出がもう始まってるんですね。なんか特注で、作っていただいてます。基本はじゃあその3種類から。そうですね。で、季節とか、あとはある程度ストックがなくなったらこう入れ替わるんで、でかっ。うまっ。今召し上がっていただいたこれ鶏貝の肝、濃いですね。濃いですね。めちゃくちゃ濃厚。うまっ。姫ですね。これ藤本純一さん、これ島味です。で島味は皮目少し焼き霜作りにしてあります。うまっ。一口のなんか味わい深さが余韻の広がりそうですね。これ今日の島味ですか？これ今日です。なんかやっぱ1週間ぐらい置いてますみたいな、売れ具合というか油がむしろ寝かす必要がないなっていう島味ですね。これやっぱもちろん個体とその処理のあれでこうなってるんですよね、藤本さん。神奈川はですね、これ長い魚人の長谷川さんですね。これメカジキです。もう水中で締めてるんで、水中で締めて水中で血抜きしたメカジキです。これメカジキの腹ものところですね。一番先の脂が乗ってるところで少し両面炙ってます。いや肉じゃないですかこれ。これもうお肉ですね。魚じゃないよこれ。うまっ。でもすごい上質ですね。そうですね。なんかそんなにくどくないというか、さらっとした。魚体はそんな大きくないんですかね。これ120キロ。あ、そんなあるんだ。へえ。このわさびもなんか特徴なんですよ。どちらの？これ藤屋さん。藤屋。はい、望月さん。僕も年に1回は必ず行ってるんですけど。なんかこれつながりますね。嬉しい。今日東京湾港ですね。中央です。今日これサイズ 3.2 キロ。レベルが違うわ。これそうですね。食べた瞬間もう分かる。ちょっと別格にうまいですねこれ。肉厚が違いますよね。違いますね。もうサンキュラップってあんま見たことないですもんね。シャリと。そうです。へえ、面白い。森酒造さんっていうすごい小さい蔵なんですけど、お寿司のシャリに合うように。今日広島ですね。黒瀬の純菜です。で自家製の合わせ酢で合わせてます。さっぱりしてて美味しい。お酢が美味しい。純菜はすごい高級食材じゃないですか。高いと何が違うんですか？広島はもうこれあんの付きがもう全然東北とかに比べて違くて抜群で、これは純菜の赤目っていうところだけを摘み取ってもらってるものなんで、若い芽だけを摘み取ったものとかはやっぱり必然的に流通量も少ないんで値段も上がりますし、あんっていうのはいわゆるプルプルしてるゼリーみたいな。ゼリーのゼリー質が広島とか抜群にいいので。へえ。これは鹿児島で山崎さんっていう方の。基本的に全部もう大将がそのバイネームで誰から買ってるっていうのが言えるのはやっぱすごいですね。必ず産地に足運んで、
でどういう処理してるかとかそういうの全部確認してから。これ長津から炊いたお出汁で取ってます。蒸したものですね。でこれ調味料など特に何も使わずに仕立ててます。すごいなんか優しい味というか、そうですね、そのままの味。そのままの味ですね。でいつもそのお任せの構成はつまみ数品ぐらい出て握りっていう、そうですね、まあ、王道の握り流れです。今、西岡さんははいお任せはおいくらでやってらっしゃるんですか？お任せは今23000円ですね。税込み2万3000円、2万3000円です。で営業は今夜のみ。夜のみですね。6時半の一部のみです。定休日ありますか？定休日は不定休ですね。予約方法は何で予約すればいい予ですか？約は今基本的にはテーブルチェックで受け付けてます。はい。ではネットでテーブルチェックで、はい寿司にしようかって検索すれば出てきますね。はいわかりました。これ白川カジキの長谷川さんです。これ油脂もしてます。全然コテコテしてない。そうですね、油はそんなに、はい、どっちかというと本当旨味が強い。美味しい。シャリ結構個性的ですね。うわ、力強い。イカはねっちり系だ。今日は徳島はですね、鳴門の漁師村光一さんおお。の鈴木です。色気がある鈴木ですね、見た目からして。うまい。鈴木っぽくないというか、鈴木ってもっとなんかブリブリして、はい。もうちょっとワイルドな感じのちょっイメージです。と寝かせてますね。うんはい。もう3日ぐらいですね。村さんの鈴木は本当に毎回漁が終わってこう送ってもらうときに何の餌を食べてたかとかを全部こう教えていただくんですけど、はい、やっぱり本当もう餌によってもう毎回村さんの魚って味が全然違うんですよ。まあ、取った魚場と、あとはその時に食べた餌によって、まあ、大体こういう身質でこんな感じの味だから塩はどれぐらいとかも言ってくれるんで。で大体あれをそれをおろした時に見てで判断して仕立てるんですけど、まあ、本当にもうびっくりするぐらいその食べた魚の餌の味がダイレクトにこう来るんで、面白いですね。作り手側もそういう情報があったらいろいろ味見したりすると面白いですよね。そうですね、仕立てがいがありますね。夏のマグロなんですごいちょっと小型のマグロです。これ北見ですか？これ北見さんです。北見さんは本当に天身だけが欲しいとかそういうのに全部答えてくれるんで。で赤身の方はこれ佐渡で、これ天身ですね。もう色がその天身色してるもん。うまっ。いやでもこの酸が夏っぽくて、そうですね。ケンさん担当じゃないですけど、はめちゃくちゃうまいです。い。いやもう本当このマグロは本当さっきねおっしゃってる酸の味ともう血の味と、もう本当になんか最高のなんか鉄分。いやうまい。やっぱ赤身うまいですね。あ、うまいですね。マグロを食べると本当に幸せな気分になりますね。うわまた色気あるな。ちょっと境港。こっちはい巻き網のマグロです。さっくり系。ちょっと霜降りっぽい感じ。油が溶けた感じのシャリがそこに受け止める感じちょっが。と厚めに切ってるんで噛んでこう油が出てくるようなマグロですね。後半追い込み型だ。その油がシャリにこう浸透してってちょっとなんか出汁感というか、口の中で料理として完成される。赤は江戸前です。船橋ですね。厚めがあるので結構しっかりめに締めてます。美しい。これ半身一貫ですよね。これ半身感です。僕ないですか？噛めば噛むほどタイプですね。そうです。噛めば噛むほど結構しっかり。結構しっかり締めてます。これで何日ぐらいですか今？これででも4日ですね。あはい。どんどん出てくる。ちょっと油もすごいあるんで、塩の当て方が皮目って綺麗じゃないですか。当てすぎると硬くなっちゃうんですよ。なんで身の方を先に締めてから半分ぐらい経ってから時間差で皮に塩を当ててで締めてるんですよ。ゴロゴロタイプ。おつまみにもなる。めっちゃくちゃ美味しい。してるんで酸っぱ辛い感じ。酸っぱ辛い感じです。先がするか。これ藤本しらすですか？藤本しらすです。ですよね。はい。なんか違うんですか？
藤本さん、これ瀬戸内の幸せですね。で、水揚げから本当に加工場まですぐなんで、本当すごい条件はいいです。これって向こうで茹でてるってことですよね。そうです。向こうで漁して水揚げして、本当水揚げ場から本当10分ぐらいのところに加工場があって、そこで、はい、すぐに加工でして。チルドの状態で来る。チルドです。ガラスもすごいそうですね。素敵。まあ器もいいですよそうね。特注でうち作ってもらってて、へー京都の杉江さんっていう方ですね。なんかめちゃくちゃ味濃くないですか？味濃いです。濃いっすよね。はい。旨味が一匹一匹に凝縮されてる感じ、海苔もちょっと入るじゃないですか、はいでこのなんていうの味の濃さとちょっと塩味感が、はいなんか瀬戸内をなんか海を食べてる感じがするっていうか、本当瀬戸内ですよね。うんなんかね、一口で瀬戸内海が広がる味わい。これ唐津。佐賀辛です。佐賀の味ってあんま聞かなくないですか？少ないですね。プリッと感もある。そうですね。はい、伊東の金目鯛ですね。うまっ、しっとり。ネタもちろんそうなんですけど、シャリがめちゃくちゃうまいです。島ヶ島で愛す。知県貝好きにはたまらないフォルムです。うわ、もう重い。厚みが違う。でも硬すぎないですね。柔らかさがある。はい。ちょっと磯の海の香りがする。コリコリじゃないんですよ。グニュッとでもちょっといきすぎなんですよ。コリグニュっていうか。はい。硬すぎるとちょっとシャリとあんまり合わないんで。分かれちゃいますもんね。はい。でネタがも火入れすぎちゃうと今度グニョグニョなんで、あまりミルガンとしてはちょっと食感としてはいまいちなんで、そのちょうどいい中間ぐらい。頬張ってでもこの食べると甘くなってきますね。はい。めちゃくちゃ甘い噛めば噛むほど。白甘鯛、この味も好きですね。うわー、美しい。で上はこれ甘エビの味噌ですね、をいったものです。やっぱ北陸の甘エビ甘さが違いますよね。まさに甘エビっていう感じ。味噌によって余計に濃厚さが増す。でもなんか西岡さんの寿司を今食べてて、はいどれもやっぱりどんどん後半に味が濃くなっていくタイプの、はい。なんていうんですかね、ネタの底力がある系のものが多い。そうですね。感じがします後半にそういう風にしてます。うん、はい。なんかどんどん噛んでいくと味が濃くなっていくっていう。そうですね。もうバランスが本当にシャリとこう噛み締めた時にこの上のこの素材と食べ進むうちにこう交わるようなのをイメージしてるんで。それで完成する。小浜の赤鬼がまさか食べれるとは。こう赤鬼が出てくると、はい夏が始まったというか。そうですね。これ海からの時期。いいですね。ミルクチョコレートまあビター感もあるんですけど、やっぱ甘みがすごい強い。甘みが強いですね。甘くてクリーミー。味の深さが違うというか、濃さがもうちっちゃいのにすごい濃いですね。濃厚ですね。めちゃ濃い。一粒だけでなんかすごいパワーがある。シャリは本当にめちゃくちゃ一番多分大事研究しましたね。ここの野菜家さんおう、斉藤酒造、おう、の和歌山。純米吟醸の赤酢ちょっと足してます。斉香さんも取材させてもらってます。あ、本当ですか。はい美味しいですよ。美味しいです。あれです。米酢、久市さんの米酢をベースにそれをちょっと足して、お塩をちょっとオーダーメイドで合うように作ってもらって、砂糖はちょっとだけ加工してます。はい。今田野谷円次郎さんっていう塩職人の方がいらっしゃって、そのお弟子さんがいるんですけど、その方に塩分をコントロールしてオーダーで作ってもらってて、お塩を。シャリのためにこのミネラルとマグネシウムのバランスをすごいこう調整してもらってるんで、米の甘みを引き立てながらもシャリのこのお酢の酸を引き立てるようなお塩っていうイメージで作ってもらってます。なんか塩味と酸味が、であと米の甘みうまみが絶妙っす。コテコテの酸っぱい塩シャリともやっぱ違うじゃないですか。塩シャリとも違う。違いますよね。はい。塩っていうのがすごい分かる。わかります。めちゃくちゃ全然やっぱこれ単体で食べるのとこう魚と合わせた時の感じ方が全然違うと思います。トゲがない塩ですね。トゲがない塩味です。はい。突っ張ってないというか、は疲れない感じの塩味だと思います。でもなんていうんだろうな、銀シャリ感があるというか。そうですね。はい、なんか本当米の甘みとこの酢の感じを。米もすごいな。ちょっと米の味が出てくる。後半きますね。米の甘みが。伸びがすごい後半からくると思います。シャ
お米も南房総の笹錦を使っていて、1年間もみのままで貯蔵してもらって、直前でもみ切りすりおろしてで精米して出してもらってるんですよ。それによってはい、なんか旨味が凝縮されるみたいなことなんですか？そうですね、古米なんでやっぱり1年間、はい、これ今日北海道の木直しですね、白口浜の昆布のお出汁と小川原湖のしじみのお出汁。おお、地味深い、最高っすねこれ。かんぴょううまい。ちょっといわゆるホットかんぴょう巻きっぽい感じというか、そうですね、シャリがうち無氷格のかんぴょうを使ってるんで、かんぴょうを戻したお出汁から炊いてるんですよ。なんでお砂糖とお醤油ほとんど加えてないんで、なんかお出汁っぽい感じすごいわかりますね、美味しい、食べ応えがあって、でこれなんか細巻きじゃないから海苔のまだ香りパリパリ感が、そのために、はい、うん鹿児島泉の味です。シャープというか、はいあっさりしてる。あっさり。いや最高ですね。貝好きにとってはたまんないですね。でさんも息子さんと今二人三脚でお店やられてることで、結構こだわりが強い、いい意味で寿司愛が強い方だなと思うんですけど、親子で働かれてどうですか？ここまでになるとはやっぱり縁があって、は私の父が飲食だったりしてるんで、い、ああそうなんですね。まあどっかを取ってるのかな。あでもなんか本当にお母さんと2人でというか、この親子関係また素敵だなって思って。マックスとか全然違うな。つぶつぶ感があるというか、そうですね、粒はこっちの方がやっぱ大きいですね。全然違う。こっちの方がちょっとこってりしてますね。味が濃いな。一粒でこんだけ味が強いっていうのが、超濃厚っすね。これ入れた瞬間にうまいように。でもオバマの方がなんか深みがあった気がします。そうですね、複雑というか、いや複雑はいなんかマニアックな美味しさ。ちょっとマニアックな質問なんですけど、はいなんで海苔をここにちょっとかまして折ってに巻いたんですか？なんか外これパリパリしてるじゃないですか、はいで中はこのシャリの温度でちょっとこうふやけてるんですよ。だからより海苔をこう感じられるように。おにぎりだ。寿司屋のおにぎり。おにぎりみたいですよね、ちょっとふやけた海苔も中に入ってるんで、なんとも言えない、なんか美味しいっすね。また感じ方がちょっと違うというか、シャリのでかこれ7月のっ。まさか解禁された天然の宮津の鳥貝、宮津これはまた宮田さんっていう方、宮田さんはい、もう本当豊洲流通しないやつです。産直。はい、量が朝の5時から9時っていう限られた期間にしか量ができなくて、1層につき30個しか取っちゃいけないっていう制限があるんですよ。過去一番大きいです。いただきます。だってもうこの一切れでめちゃくちゃ重いですもん。厚みが違う。この先端の一切れだけでなんか銀座でめちゃくちゃでかい鳥貝の握り食べたぐらいの食べ応え。うまっ。でも宮津の天然の鳥貝は多分鳥貝で一番だと思います、結構日本一って言われてますよね。言われてますね。大きさも味もアボンって言ってなんかその海底から淡水が湧き上がるところで育つんですよ。でそれってもう海底ってもう人が舐めても全然害がないぐらいすごい綺麗ならしくて、力強さが。そうですね、食感のそれがやっぱり天然ですね。パワーが天然の違いがやっぱり。これって柱ですか？りこれ柱。へえ、めちゃくちゃ貴重だよ。うますぎる。いやこれはやばい。こんなでかいの握ったことないですね。化け物ですね。モンスター。怪物ですね。怪物です。これ宮津の天然。これ宮津の天然です。これは7月から解禁される。通年でいうとはい1ヶ月ぐらいですか、食べれるの。仕入れ。はい、それぐらいです。あるかないかぐらい。あるかないか。ちょっと待ってくれよ。重たすぎるよ。貝殻付きでどれぐらい重さあるんですかね。100はあります？これ280、300ぐらい。ええ。すいません大将、一口でいっちゃいます。見てください。いやでもちょっともううまいとかっていう話じゃないというか、うまいんですけど、ちょっと言葉では言い表せないですよ。これは体験としてもやっぱりこれはそうですね。口の中でも頬張ってカーニバルだったというか、はい。
いわゆる鳥貝のはい売りっぽさがはいいいんでそんな感じない気がするんですよね。あ、そうですね。そんなにないかもしれないですね。うん爽やかというか。爽やかですね、はい。あっさりしてる、はい。歯ごたえがはでも硬すぎないしはい柔らかすぎないし、やっぱ柱とかあの部分がちょっと違う食感があって、ただシャリっすね。い。シャリと食べるとまたちょっと違う。違いますね、はい。なんかやっぱ当たり前ですけど増幅されるというか、はい食べ応えと力強さが、これはでも東京でこの体験は基本的には多分できないこれはもう西岡さんの努力というかルートの多分ねそうですねつながりの結晶だと思うんで、本当もう感謝しかないですね。本当スペシャルな今一口でした。ありがとうございます。普通の鳥以外の多分本当 4,5 貫分ぐらいを一口で食べたみたいな。そうですね。本当4貫分ぐらいありますね。ありますよね普通の鳥以外の本当に大げさじゃなくてで言うと。貝好きにとってはたまんないですねこの食感は。そうですね。頬張って貝好きは幸せかもしれないですね。いや最高ですね。これ唐津。佐賀辛です。はい佐賀の味ってあんま聞かなくないですか。少ないですね。またかのこが美しいな。見るからに脂乗ってる。プリッと感もある。そうですね。今日直前でおろしてるんで。泉とか大阪湾のちょっとプリッと系とドンチッチの脂身となんかどっちも持ってるみたいなイメーあ、ジ。そうですね。いいとこ取り。でもやっぱ後半の味の濃さというか脂の旨で味が香りもすごいあるんで。すごいっすねこの味。すごい。鹿児島泉の味です。全然違ってます。やっぱこっちの方がシャープというか、はいあっさりしてるあっさり筋肉質の味。こ味っぽい味ですよね。っちのがそうですね。味。王道の味。本当ザ味って感さっきの唐津がやっぱりかなりいわゆるメタボ系のじ。そうですね。根付きですかねあれ。あれ根付きの味です。はい。こっちは海遊。こっちは海遊。はい。釣りの味ですね。ちなみに唐津の方って取り方わかりますか。これは定置網。あはい全然違うわ。でもどっちも良さがあると思いますよね。そうですねそれぞれ大将今日ごちそうさまでした。ありがとうございました。寿司西岡さんのこだわってらっしゃるところとか大切にされているところってどんなところですか。一番はやっぱりこう生産者の方と現地に行ってどういう漁獲方法で取れてるかとか、どういう処理をしていただいてるかとかそういうのもすごい大事にしていて、どういう思いで取ってるかとかそういうのを目の当たりにしてからやっぱりこう自分で持って帰ってきてこう仕立てをして顔を思い浮かべながらじゃないですけど、ってなるとやはりより一層なんか愛着が湧くので。こう美味しく仕込んでお客さんにこう喜んでもらおうって思えるので、そこが一番なんかこだわりというか一番大事にしてるところですよね。なんでそこまでの情熱があるんですか。何がモチベーションなんですか。魚が好きですね。魚が好き。はい。あもうとにかく魚が好きで、その美味しい魚を皆さんに食べてもらいたいっていうのが一番ですね。なんか親父さんがお寿司屋さんだったか魚屋さんだったかそういう DNA はあるんですか。は全くないです。全全然。で昔から魚を食べるのがずっと好きだったんで、もう本当魚が大好きなだけですね。全国のいろんな生産者とか、はい漁師さんとかそういう思いをこう最終バトンアンカーとして表現されたり、そのストーリーをこう伝えて僕らがこう目の前にこう出された時のやっぱその僕らもなんとなくそれを妄想して食べる一口とただ単にその鳥貝ですって出された時の大きいですねだとやっぱまたありがたみがやっぱ違うなっていうのもあったんで、また季節変わるとまたスペシャルな魚もいっぱい違うと思うので。そうですね。やっぱ季節によって本当全然いいもの変わってくるので、もうその時一番いいものを出せるように頑張って。ケンさんも今日はありがとうございました。どうもありがとうございます。ご一緒ありがとうございます。どうも北に水産の木村です。はい。プロから見て西岡さん、西岡大将はそうですね。もう本当に最初お会いした時もそうですけど、何よりも本当感じがいい素敵な方だなと思って、やっぱもうこれに尽きるなっていう。やっぱ魚屋とかもみんな多分そうだと思うんですけど、やっぱ好きか嫌いかってすごい大事だと思って。よくも悪くもその人の世界というか、そうですね。人ならではの感じですよね。やっぱり感じがいいっていうのはね、やっぱ食べに来てもそうですし、お客さんとしてもやっぱ気持ちいいなと思って、それも踏まえて本当常に進化してるっていうのがやっぱりいいなと思いますよね。この先もずっとお付き合いさせてもらって、ずっと食べに来たいなと思いますね。いやでも素敵な関係ですね。グルメな方が来るとまた結構そのバイネームで誰々さんの魚っていうのにおおってなる。でそれが東京でこれだけ食べれるっていうのがなんかそういうお店かなって思ったので、
はいもちろん多分誰でも美味しいって楽しめると思うんですけど、よりマニアックの人がすごい興奮できるそういう人に食べてもらいたいですね。マニアックなお店だなと思ったので、場所的にもこれからどんどんその進化していく街だと思うので、ぜひお体には気をつけて、はい無理せずありがとうございます頑張ってください。本当に美味しかったです。ありがとうございますありがとうございます。ごちそうさまでした。素材とか料理方法に合わせて塩の味とか形、大きさをコントロールすることができるんですね。美味しい魚を、皆さんに食べてもらいたいっていうのが一番ですね。1品目はどうしても美味しいってこう掴みたいんですよね。こう入った時から冷え性なのか